前回の動画で、映像を転送させて携帯ゲーム機のように遊べる PS5 を作りました。このチャンネルでは珍しくちゃんと手で持てる携帯型シリーズだったな。ただし、実際には PS5 本体からトランスミッタで映像を飛ばしているだけのモニターに過ぎないので、近くに PS5 がないと使えません。あくまで家の中専用のデバイスだったな。そこで今回は前々から予告していた、携帯型 PS5 を作っていこうと思います。ということで早速 PS5 を分解していきます。結局1年前の動画で直したやつを使うことにしたんだな。新型モデルも発売されて、ものすごく小型化されていたんですが、値上がりもあって手が出せませんでした。そんなこんなで分解が終わりました。分解しただけで机の上が埋まっちゃったな。PS4 と比べて全体的にパーツが大きいですね。ヒートシンクに関してはマザーボードからはみ出ちゃってるしな。携帯化するにあたって厄介な存在になりそうです。ちなみに筐体部分は使わないのでヤフオクで売却しました。これで実質26,000円で PS5 を入手したことになったな。ひとまずヒートシンクはそのまま流用するので元に戻しておきます。ということで分解も終わったので、回路部分の製作に取り掛かっていきます。まずは電源なんですが、PS5 からは少し仕様が変わりました。出力される電圧が1種類だけになったな。そのため、PS4 の時のような制御回路が必要なくなりました。簡単に動かせるようになったのはありがたいな。そこで、実際にバッテリーを直接つなげて動作するか試してみます。電源が入った時の音はしたな。果たしてこのまま起動できるのか。おお。本当にいけましたね。こんなあっさり動くとは。ただ、ここで使っているバッテリーだと数分しか持たないですね。最終的にはもっと大きいバッテリーが必要だな。ひとまずバッテリーで動かせることが分かったので、液晶パネルを購入しました。結局アリエクスプレスで買うことにしたんだな。さすがに使える状態のノートパソコンを部品取りにするのはもったいなかったですね。ということで何重にも巻かれたプチプチを外して、ようやく液晶パネルが出てきました。これだけ梱包されてたら輸送中に多少凹んでも平気そうだな。画面部分は傷もなく良好な状態ですね。そして液晶パネルのコントロール基板も購入しました。これで液晶を使う準備も完了だな。PS5 と接続してみました。ちゃんと映ってるな。安かったので少し心配でしたが、問題なく使えそうですね。ちなみにスピーカーはノートパソコンのものを流用しています。完成後のイメージですが、今回は4号機と同じようなノートパソコン型にしようと思います。液晶部分が分離しているのもあって重量は増えそうだな。理由の一つが冷却ファンの形状によるものです。PS5 の冷却ファンには真ん中に仕切りがついているので、上下から吸気する必要があります。だからモニター型にはできないんだな。無理やり風の通り道を作ることもできますが、その場合はファンの回転数が上がり、動作音が大きくなってしまいます。ということで最終的な完成形はこんな感じです。なんかワープロみたいな厚さしてるな。冷却ファンのサイズを考えるとこれが限界でした。ちなみにキーボードは吸気口と干渉するので今回はつけません。前回と同様に、今回も 3D プリンターで筐体を作っていきます。なんか前回使ってたのと変わってないか？ 3D プリンターの沼にはまってしまったからですね。気づいたら半年で買い替えていました。印刷スピードは半端ないな。ということで CAD で筐体を設計し、3D プリンターで印刷し、取り外します。これをひたすら繰り返して、筐体のパーツを揃えていきました。サイズが大きい分、分割して印刷しないといけないから大変だったな。あとは印刷のサポート材を外して、組み立てて、接着剤で固定して、筐体の形になりました。さすがにこのままだと表面が荒すぎるな。
小型のものであればアセトンなどで簡単に表面処理ができますが、今回はサイズが大きいので、レジンで隙間を埋めつつヤスリがけをしていきます。アルミ複合板で筐体を作ってた頃と違って、塗装前の工程が大変だな。これだけの面積をヤスリがけするのは本当に骨が折れますね。数日かけて磨き終わり、表面が滑らかになりました。接合部がほとんど見えなくなったな。そしたら、最後に塗装をしていきます。これで筐体の完成。3D プリンター特有の積層痕とかは完全に消えたな。ついでにネジで固定する箇所にインサートナットを埋め込んでおきます。筐体も完成したので、次はディスプレイ部分を作っていきます。まずはトルクヒンジの取り付けから。これは前回のプラスチック製のものから金属製のものに変更しました。17.3 インチの画面を支えるとなると相当力がいるな。これは筐体側が折れそうなくらいに強いです。続けて液晶パネル。ここは最後にカバーを取り付けるので、そのまま置くだけですね。そしてカバーを取り付けるために両面テープを貼り付け、シートを剥がし、カバーを取り付けます。これで完成です。いい感じにノートパソコンらしくなったな。ディスプレイ部分が完成したので、製作途中の回路部分も完成させてしまいます。まずはバッテリーから。今まで作ってきた携帯型シリーズでは、基本的にセルを3つ直列に接続した 12V のバッテリーを使用してきました。PS4 なんかは 12V で動くから、このまま制御回路を介して繋げれば動いてたな。PS5 でも同様に 12V のバッテリーをそのまま繋げて動いていました。しかしこれには少し問題があります。一つ目はバッテリーの電圧に関してです。セル1本あたりの電圧を見ていくと、フル充電された状態では 4.2V で、放電していくにつれて、徐々に電圧が下がっていきます。最終的に 2.7V まで下がったな。ここで3つ直列に接続した場合を考えてみます。電圧が3倍になったな。PS5 の電源である 12V に達していますね。ですが、ここで放電していくと、あっという間に 12V を下回ってしまいます。PS4 の時はこんな状態でも動いてはいたよな。定格は 12V ですが、実際は 10V 程度でもギリギリ動くみたいですね。だからこの状態でも使えていたんだな。とはいえ、これではバッテリーの7割程度の容量しか使えていません。そして2つ目の問題がバッテリーの内部抵抗です。何も繋いでいない状態のバッテリーに、1オームの抵抗を接続します。電圧が下がったな。この現象は、バッテリー内部に抵抗が存在することが原因で発生しています。図で表すとこうなります。電池内部に存在する抵抗に電圧がかかることで、両端の電圧が下がってしまうんだな。さらにこの条件でオームの法則より内部抵抗を求めると、32.3 ミリオームになりました。相当小さい値ではあるが、電流の大きさによってはそれなりの影響を受けそうだな。試しに、PS5 を動かすためにこの電池を3つ直列に接続した場合を考えてみましょう。PS5 の消費電力は最大で 300W 程度とされているので、そこから電流は 25A 程度流れることになります。よって、抵抗で失われる電圧は 2.42V となり、実際に PS5 にかかる電圧は 9.1V となってしまいます。バッテリー自体は 70% くらい残量があっても、ゲームとかで消費電力が増えた途端に落ちる可能性があるな。そこで今回は、電池を6本直列に接続し、PS5 との間に DC-DC コンバーターを入れることにしました。これならバッテリーの電圧が下がっても、常に 12V を維持することができるな。ちなみに今回は電力量が多いので、2つ並列にして使います。ということでバッテリーパックを作るために、円筒型のリチウムイオン電池を購入。合計24本で、1本あたりの容量は 2600mAh です。バッテリーの容量的には PS5 がギリギリ1時間動くぐらいだな。あとはバッテリーに耐熱シートを貼り付け、タブをひたすら溶接していきます。これで6直列4並列に接続できました。
最後にバッテリーの保護基板を取り付けて、バッテリーパックの完成です。意外にコンパクトに収まったな。もともとは大容量のものを取り付けるつもりでしたが、さすがに重量とサイズが凄まじいので諦めました。そしたら DC-DC コンバーターにケーブルをハンダ付けして、バッテリーと PS5 に接続しました。ちゃんと機能しているみたいだな。これで電源部分の回路はほぼ完成ですね。そしてバッテリーの残量を表示するインジケーターも作成。今までのよりシンプルになったな。これまでは市販のものを使っていましたが、今回は自動スリープ機能と連動させるために自作しました。ちなみに突然スリープにはならず、スリープ前にビープ音で知らせてくれます。この間にセーブとかできれば安心だな。ということで回路部分はこれで揃いましたね。あとはこれを筐体に組み込んでいくだけだな。一通りパーツが揃ったので、次は筐体への組み込みなのですが、その前に AC アダプターを作ってしまいます。PS5 にはもともと電源ユニットが入っているので、これを流用することも可能なのですが、ヒートシンクの形状に合わせた設計なので、形が少し特殊です。そこで今回はサーバー用の電源を使います。このサイズで 800W も出せるのは恐ろしいな。PS5 の消費電力は最大でも 300W 程度なので、少し過剰な気もしますが、コンパクトなのでこれでいきます。ということでケースを印刷。電源にケーブルをハンダ付けし、ケースに入れていきます。あとはケーブル先端にコネクタを取り付けて、カバーを付けたら、完成です。ちなみにアダプター接続時に本体に信号を送るために、コネクタを少し改造してあります。ということでパーツを組み込むにあたって回路のイメージマップを作成。なんだかんだで結構複雑になったな。これを元に配線しつつ、筐体に組み込んでいきます。これで組み込み完了です。
というわけで無事に動作したので、各部の紹介をしていきます。まずは本体サイズから。本体サイズは 394×264×85mm で、サイズ的には PS5 とほぼ同じですね。携帯型 PS4 の1号機を思い出すサイズ感だな。当初は PS4 ですらこのサイズだったので、スーツケースくらいのサイズになると思っていましたが、案外同じサイズで収まりましたね。設計通りに筐体が作れる 3D プリンターの影響も大きかったな。続けて重量を測っていきます。4.8 キロですね。バッテリーを積んでるのもあってそれなりに重いな。とはいえ、これでも携帯型 PS4 より軽いですね。3D プリンターで作ったケースがいかに軽いかがわかるな。ということでここからは本体の機能を紹介していきます。まずは映像の外部出力機能から。本体背面の HDMI ポートにケーブルをつなげ、横のボタンを押すことで、映像の出力先を外部のモニターに切り替えることができます。これで大画面で遊びたいときはテレビとかにつなげて使えるな。続けて AC アダプター。これはバッテリーの充電と PS5 の駆動を同時にしてくれます。そしてもともとサーバー用なので起動時にファンが爆速で回ります。実際には時間経過でファンの回転が収まるので、ゲーム中はほとんど聞こえません。本来は消費電力が増えるとファンの回転数が上がるはずだが、800W の電源だからさすがに余裕だな。ちなみにバッテリーの充電は 100W で行われ、2時間くらいで充電が終わります。というわけで次はイヤホンジャック。スピーカーやイヤホンなどを接続することで、音声の出力先が切り替わります。さすがにちゃんとしたスピーカーをつなげると音質が変わるな。ついでに騒音測定も行います。まずホーム画面では 38dB 程度。ゲーム中はファンの回転数が上がり、45dB 程度と多少大きくはなりますが、ゲーム音で聞こえなくなるレベルですね。そして筐体を作っている最中には紹介していなかったんですが、ディスプレイ裏にあるロゴ、実はうっすら光ってます。本当にうっすらだな。これは液晶パネルのバックライトの光を利用したもので、画面の輝度に応じて明るさが変わります。だからうっすら光る感じなんだな。ということで最後にバッテリーでの駆動時間の測定。結果としては45分ほどでビープ音が鳴り始め、スリープに移行しました。さすがに1時間には到達しなかったか。一通りの紹介が終わって、完成した感じになってますが、忘れていることが一つあります。これです。そういえば今回改造するのに使った PS5 はディスクドライブが付いていたな。これがないとディスクが使えないというのもあるんですが、一番の問題はアップデートができなくなってしまうという現象です。このまま使ってるといずれはアップデートが来てまともに使えなくなっちゃうな。そこでディスクドライブをどうにかして取り付けたいんですが、すでに取り付けるスペースがありません。となると残された選択肢は外付けか。PS5 のディスクドライブには、2種類のコネクタが付いています。それぞれケーブルの種類が違うから、これを毎回抜き差しするのは面倒だな。特にフレキシブルケーブルは頻繁に抜き差しするのに向いていないので、今回はこれを一つのコネクタにまとめてしまいます。合計で29ピン以上が必要だな。そこでちょうどいいものを手に入れました。ピンソケットに変換できれば簡単に抜き差しできるな。早速ピンソケットをハンダ付けして、本体に取り付け、続けてドライブ側のピンソケットもハンダ付けしていきます。これで一つにまとまったな。さらに筐体の印刷。これで筐体のパーツが揃いました。あとはひたすら組み立てていきます。これで完成です。ドライブらしい形になったな。早速つなげて動作確認をしていきましょう。本体には横にスライドして接続できます。
ディスクを入れてみます。ちゃんと吸い込んだな。回転している音も聞こえるので読み込めてそうですね。ゲームも問題なくプレイできました。これでアップデートが来ても安心だな。ちなみに横のボタンを押すことでディスクを取り出すことができます。と、ゲーム中にドライブを外すとどうなるのか気になったので試してみます。普通に動いちゃってるな。一度読み込んだら外した状態でも使えてしまうようですね。ということでいかがだったでしょうか。今回は長らくの目標だった携帯型 PS5 の制作を行いました。始める前は初代携帯型 PS4 の重さを超えてしまうかと思っていたが、意外に5キロ以内に収まっちゃったな。とはいえ、これでも普通に重いので、次に作る携帯型 PS5 では3キロ以内を目指していきたいですね。海外だとすでに達成してそうな動画もあったしな。正直、あまりのレベルの高さに驚かされましたね。ヒートシンクの自作は凄まじかったな。ですが、ここからさらに小型化するためには必ず通る道だと思うので、いつか挑戦してみたいですね。この調子だと、次のモデルを作るのはまだまだ先になると思うが、気長に待っていてくれだぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。